積水ハウスの住宅展示場に実際に足を運び話を聞いてきました。この動画を見るだけで積水ハウスの家づくりがわかりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もお願いします。こんにちは、よちログのよっちです。今日は積水ハウスの徹底解説です。動画の目次はこんな感じです。まずは積水ハウスってどんな会社というところから見ていきましょう。会社名は積水ハウス株式会社、大手ハウスメーカーです。戸建て住宅以外にも分譲マンション、賃貸物件、高齢者向け賃貸住宅などを建てています。年間の戸建て住宅の販売戸数は13,252戸あります。累計246万戸を超える建築実績があります。日本全国沖縄以外で住宅の販売をしています。積水ハウスというと鉄骨系ハウスメーカーの印象が強いですが、シャーウッドという商品で木造住宅も建てています。特徴は定別自由設計です。プランニングはもちろん構造材や外壁などもカスタムメイドで製造する家づくりをしています。定別自由設計というと注文住宅では当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、そうではないです。土地の形状や気候条件に合わせて住まいの設計というのはハウスメーカーであればどこでも実施をしていますが、積水ハウスでは構造材となる軸組みや梁、外壁なども全てカスタムメイドで一定一定製造をしています。後でも説明しますが、積水ハウスは構造上非常に大空間、大開口の家を作ることができます。自由度が高い家を作るには標準長さの部材を用意して組み合わせるだけではできません。なので一定ごとのプランニングに合わせて構造材などを製造します。標準の長さの軸組みや梁を組み合わせるだけではどうしても制限が出てしまいますが、積水ハウスでは全てプランニングに合わせますので本当の自由設計ができます。定別自由設計で全国で年間13,000戸も家を建てているので、当然プロの建築士も多く在籍しています。一級建築士2919名、チーフアーキテクト279名が全国にいます。このチーフアーキテクトというのは積水ハウス社内の資格制度でトップクリエイター集団です。積水ハウスはチーフアーキテクトの資格制度もあり、設計士同士が切磋琢磨することで完成度の高い家を作る環境があります。自由度が高すぎる家なので設計士の腕が非常に重要になるのですが、こういった社内制度があることで設計士が常に高いモチベーションで勉強し、素晴らしい家を作っているということが伺えます。まずは家づくりについて見ていきましょう。積水ハウスの最大の特徴は自由設計を支える研究開発と工業化による品質管理です。積水ハウスでは自由設計を生かした最高の家づくりのために2つの研究所を中心に住まいに関する研究開発を実施しています。総合住宅研究所と住生活研究所というところです。家そのものをハード、そこに住んでからの生活をソフトとすると、総合住宅研究所はハードの研究をしていて、住生活研究所はソフトの研究をしています。注文住宅というと先ほどのようにお客さんのフロントに立つ設計士が注目をされますが、その自由設計はこの2つの研究所があってこそ支えられています。まずは総合住宅研究所です。住宅の基本性能の検証や評価、新しい工法の研究開発をしています。安心安全面の分野では大地震や水害、火災などからの安全や防災に関わる研究、耐久面では日射や雨、雪、塩害、シロアリなどの影響による研究、そして防犯についての商品などの新規開発なども研究をしています。快適・環境という面では断熱性能の研究はもちろん、風向きや窓の開け方、温度差などの圧力差による室内の空気の流れの検証も実施をしています。音に関しては遮音性能はもちろんですが、室内音響についての研究をしています。楽器を扱う人などを想定し、壁材などの材料がどれくらい音を吸収するのかということや、インパルス応答という専門的な研究も行っています。そしてユニバーサルデザインです。ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、国や言語、文化、能力などの違いに関わりなく、すべての人にとって使いやすいことを考えたデザインや設計のことです。一般ユーザーを交えた体験ワークショップの開催や人間工学研究などにより、高齢になっても安全で快適に暮らせるための研究を行っています。また空気環境に関する研究も実施をしており、疾患症候群などの対策研究も行っています。
次は住生活研究所です。ここでは住めば住むほど幸せ住まいというキーワードで、ただ家に住んで幸せになりますということではなく、健康、家族のつながりはもちろん、私らしさ、生きがい、楽しさ、役立ちなどの家族構成や年齢とともに変化する幸福感、価値観に対してどういうアプローチで家を建てればよいのか、収納を作ればよいのかなど、様々な研究をしています。例えばリビングについての研究では、リビングで家族がどのように過ごして何をしているかの調査などをしています。リビングではそれぞれスマホや PC の操作、仮眠、読書、お茶などをしており、一緒にいて一緒にすることや一緒にいながら思い思いに過ごすことが大切というような結論を出しています。これにより、例えば仕切りのない広い空間の中で一緒に過ごしながら、それぞれが思い思いにどのように過ごせばいいのかなどをプランニングに生かすようなことを研究しています。自分の趣味嗜好に合ったインテリアやペット共生などのライフスタイル、子育て、シニア、多世帯などの多様なライフステージ、家族とのつながりや健康、学びや生活の調査などのライフリサーチ、このような様々な研究が積水ハウスの定別自由設計を支えています。次は構造です。積水ハウスでは商品により異なる3つのオリジナル構造がありますので、見ていきましょう。1つ目はダイナミックフレームシステムです。こちらは鉄骨 1,2 階住宅向けの工法です。これは積水ハウス独自の名称ですが、一般的には軽量鉄骨による軸組み工法です。鉄骨柱と梁とブレース、筋交いのことです。これらで構成されています。対象商品は伊豆ステージ、伊豆ロイエ、B サイエ、B モード、平屋の時という商品です。ダイナミックフレームシステムではダイナミックビームという梁を採用することで、最大7メーターという大きなスパンの空間を作ることが可能です。これにより開放感のある大空間や大開口を作ることができています。またこの工法により天井高も 2470mm という高い天井高を取ることができています。さらに最大で 2700mm の天井高にすることも可能です。2つ目はフレキシブルベータシステム工法です。こちらは鉄骨 3,4 階住宅向けの工法です。これはいわゆる重量鉄骨張りがちラーメン工法です。先ほどの鉄骨の軸組み工法では柱と梁とブレースで支えていましたが、こちらはラーメン構造という柱と梁だけで支える工法です。対象商品はビエナ、ベレオプラスというものがあります。通常のラーメン構造の場合は柱を1階から最上階まで同じ位置に通す通し柱が必要ですが、積水ハウスのフレキシブルベータシステムでは張りがちラーメン構造といって通し柱が不要です。なので間取りの自由度が非常に高くなります。開口部も大きく取れて間取りの自由度が高いって注文住宅なら絶対に成し遂げたいことなんですけど、実は構造の制限でできないことが多いんですよね。なので積水ハウスのフレキシブルベータシステムは本当の意味での自由設計ができるんです。このように開口部を非常に大きく取ることができます。見比べてみると部屋の印象が全然違いますよね。やっぱりリビングは開放感のある空間にしたい人も多いと思いますので、こういう選択肢を持つことができるのは非常に嬉しいですね。3つ目はシャーウッド工法です。こちらは木造住宅1階から3階建てまで対応をしています。シャーウッドハイブリッド工法とも言われています。こちらは名前の通りハイブリッドな工法になっています。一般的には木造軸組み工法とか在来工法と呼ばれるものですが、積水ハウス独自にラーメン構造を取り入れて開発をしているものです。対象商品はグラビスステージ、グラビスベルサ、グラビスビラ、ザ・グラビスというものがあります。木造軸組み工法では柱と梁と筋交いで家を支えていますが、例えば一条工務店の木造軸組み工法ではこの図の通り建物に対する力を面で受けれるように箱型パネルで構成したモノコックという構造にしています。積水ハウスではさらにそれを進化させ、モノコック構造とラーメン構造のいいところを合わせたハイブリッド構造としています。住友林業のビッグフレーム工法に少し似ていますね。鉄骨でも木造でも研究開発を重ねた構造で非常に自由度の高い注文住宅を作ることができます。次は耐震です。積水ハウスは阪神、東日本、熊本すべての大震災で倒壊ゼロという耐震性能の実績がありますので見ていきましょう。積水ハウスは
日本で起きたこの3つの大地震でも全壊はもちろん半壊もゼロです。この実績はすごいですよね。最近建てた住宅で倒壊ゼロというのであればわかるのですが、1995年の時点で阪神・淡路大震災での倒壊半壊ゼロはすごいです。また東日本大震災では被災地エリア17万棟ある中でも半壊も全壊もゼロです。熊本地震では震度7を2回、震度6強を2回、震度6弱を3回という非常に強い地震が短期間に集中して発生しました。1度目の震度7には耐えたが、その後の余震で倒壊した住宅があるという報道が多くされていましたが、このような特殊な地震でも全壊半壊はゼロです。いや、この実績は安心して家を建てれますよね。この地震に強い仕組みはいくつかあります。建物の構造により異なりますので見ていきましょう。まずは鉄骨 1,2 階向けのダイナミックフレームシステム工法です。この工法では積水ハウスが10年以上の研究を重ねて開発した地震動エネルギー吸収システム CCAS というダンパーが設置されています。ダンパーというのはこの図のようにくの字に設置される構造のものです。このダンパーにより地震の揺れを吸収し熱エネルギーに変換しています。CCAS ダンパーには気温に左右されない耐久性に優れた特殊高原水ゴムというものを採用しており、これは耐用年数100年相当の耐久性を試験で確認しているそうです。この積水ハウスの研究開発能力すごいですね。この CCAS は実際に家を建てて245回の振動実験をしています。そして阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震の約10倍の地震にも耐え、この CCAS を装備した家は倒壊がなく外壁の割れや脱落もないことが確認できています。次は鉄骨 3,4 階向けフレキシブルベータシステム工法です。これは高さ60メーターなどの高層ビルと同じ耐震基準で設計されている建物です。この重量鉄骨の構造躯体と大型の鉄筋コンクリートの布基礎でエネルギーを吸収し地震に耐える構造となっています。そしてマルチ TMD というものも標準搭載しています。これは交通の振動を大幅に低減するものです。皆さんも道路の近くの建物にいるとき、外で大型のトラックなどが通過したときに揺れを感じるという経験があると思います。特に3階建てでは後方に関係なく地盤との共振現象が起こります。このマルチ TMD を搭載することで交通振動や生活振動などの不快な横揺れを低減することができるようになっています。最後は木造住宅シャーウッド工法の耐震についてです。シャーウッドは木造住宅ですが、こちらももちろん耐震性の高い住宅になっています。その理由はこの MJ メタルジョイント接合システムにあります。木造住宅では柱と梁などをつなぐ接合部がどうしても強度不足になるという弱点があります。しかし積水ハウスではこのメタルジョイント接合システムを自社開発しており、耐震性を高めています。接合に使うこの構造用金物は柱や梁や基礎との接合部などさまざまな箇所で使われています。このシャーウッドも実大振動実験を実施しており、震度7相当の繰り返しの揺れでも建物・室内に大きな損傷がないことが確認されています。積水ハウスは鉄骨住宅メーカーのイメージがありますが、木造住宅でもしっかりと耐震性が確保されており安心できます。次は外壁です。積水ハウスは陰影が美しいダインコンクリート外壁などさまざまなオリジナル外壁を開発しています。こちらも構造により異なりますのでそれぞれ見ていきましょう。まずは鉄骨 1,2 階向けのダイナミックフレームシステム工法の外壁の一つ、ダインコンクリート外壁です。この外壁は6センチ程度の厚みがあり、凹凸の深いデザインで作られています。これにより光の当て方により美しい陰影が作られます。夏の夕暮れや冬の空気の澄んだ夜のライトなどで家全体が上品に美しい表情になります。これは実際に住宅展示場で他のハウスメーカーと見比べてほしいです。非常に美しく文化財のような気品のあるデザインになっています。積水ハウスといえばダインコンクリートというくらい本当に素晴らしい外壁です。こちらはセラミックの外壁機材を強く柔軟な鉄板と鋼製フレームで補強したハイブリッド構造となっています。セラミックなので非常に強度が高く、暴風や飛来物などの衝撃に耐える強靭さがあります。どちらの外壁も非常に高い耐火性能があり、840度の熱にも耐えれる作りになっています。住宅火災の燃焼温度は1200度に達し、
3メーター隣にある家が受ける温度は840度に達するとのことです。その場合でも室内の壁面温度は40度以下にまで抑え、延焼を防ぐことができます。またこの外壁と先ほど紹介したシーカスという制震ダンパーにより、積水ハウスでは外壁パネルロッキング工法という方法で外壁を設置しています。これにより地震の力が加わった場合に外壁を滑らせることで外壁同士がぶつかりひび割れを起こすことを防いでいます。なので外壁が落ちて人にぶつかるなど地震の二次被害を防げるようになっています。次は鉄骨3、4階向けのフレキシブルベータシステム工法の外壁です。こちらも積水ハウスが独自開発の新世代外壁材シェルテックコンクリートというものです。住まいのシェルターとしての強靭な機能で家を守ってくれます。こちらの外壁もダインコンクリートのように非常に美しくてスタイリッシュな外観です。高性能高強度で一般コンクリートに比べ強度は2倍あるのですが、比重は 1.4 倍と軽量になっています。また風速60メートルの台風などの強風にも余裕で耐えることができ、建築基準法が定める防火基準をはるかにしのぐ1時間耐火の試験にもクリアした実績があります。都市部の3階建てで求められる防耐火工法により耐火建築物として設計が可能です。木造住宅のシャーウッド工法の外壁はベルバーンというものです。この外壁材は青粘土を焼いたシャモットや蝋石と呼ばれる岩石などの原材料を使い自然素材で作られています。その土を陶器と同じ工程で焼き上げ製造をしています。この外壁も非常に見た目が美しく、日時や季節によって日の当たり方が変わることでいろいろな表情を見せてくれる外壁です。次は保証です。積水ハウスは建物がある限り継続する永年保証というものがあります。建築後の最初の30年間の保証制度があります。法律上は住宅の品質確保の促進などに関する法律、いわゆる品格法で10年間の構造躯体や防水の保証が義務付けられていますが、積水ハウスは30年間の保証があります。しかもその間5年ごとの無料点検を受けることができます。またこの30年保証に加えユートラスシステムというものがあります。これは2018年4月にできた制度で、30年目以降に5年ごとの有料点検や不具合が生じている場合の有償補修工事を行うことで、その後の10年も保証をするというものです。これは5年ごとに必ずやる必要はなく、途中保証が切れてしまっても再度有料点検、有償補修工事を行えばそこから再保証が受けられます。しかもすごいのが、建物がある限りいつまでも保証をしてくれるということです。積水ハウスの強い耐震性、耐久性の家だからこそできることだと思います。最後はサポートです。ここまで見てきた通り、積水ハウスの家は非常に耐久性に優れており、何十年も住み続けることができます。2代3代と住み継ぐためのサポートがありますので見ていきましょう。家を建ててから数十年暮らす中で住んでいる側の状況はいろいろと変化をします。例えば家を売らなければならない、家族が増えた、両親も一緒に暮らす必要が出てきたなどなど、積水ハウスは長く住み続ける家を建てるだけでなく、これらの障害サポートをしてくれます。例えばどうしても家を手放さなければならない場合には、積水ハウスグループの不動産会社で売却のサポートもしてくれます。積水ハウスの素晴らしい家を売るという状況になったら、積水ハウスの魅力を理解して希望に合う値段で取引してくれる不動産会社がいいですよね。この不動産会社は積水ハウス不動産という名前ですが、少し前までは積和不動産という会社名でした。そしてリフォームが必要になった場合には積水ハウスがリフォームもしてくれます。純正リフォームという名前の通り、積水ハウスのことを一番知っている積水ハウスがリフォームをしてくれます。さまざまな研究開発により独自技術を多く使っているので、積水ハウス自身でリフォーム体制を作ってくれているのは非常に安心です。アフターサポートももちろん充実しています。定期点検は専任スタッフが実施をしますし、住まいの補修履歴などの情報は住宅履歴情報として管理されていますので、過去にどのような修理をしたかもすぐに分かるようになっています。そして積水ハウスのカスタマーズセンターでは全国100拠点に1450人という専任スタッフの体制があります。また2020年8月にはカスタマーズオーナーデスクを開設して24時間365日のサポートもしてくれます。地震や台風などの被害は昼夜問わず発生する可能性があるので非常に安心できますよね。ということで今回は積水ハウスの家を徹底解説という動画を作りました。
積水ハウスの家ならば子供や孫の世代も住み続けられるので、多少は高くても価値はほとんど落ちずに資産になりますよね。積水ハウスならば災害の多い日本でも安心ですし、何より定別自由設計でどんな家でも建てることができます。気になった方はぜひ近くの展示場に行ってみてはどうでしょうか。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからも実際に展示場に足を運び、調べた情報でハウスメーカーのいいところを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また気になることがあればぜひコメントもください。それではまた次の動画でお会いしましょう。